こに一枚の白黒写真がある。 AI で色を入れてみる。写っているのは大日本帝国海軍の航空母艦翔鶴。灰色の艦隊に青い海。飛行甲板の長さ242メートル。最大速力およそ34ノット。大和型戦艦と同じ第三次艦船補充計画で建造された日本海軍の最強空母の一つだ。1941年8月、横須賀で誕生した。そして、それからわずか2年10ヶ月の1944年6月19日、翔鶴はマリアナ沖の海に沈んだ。その短い艦歴の中で、翔鶴はほとんどの主要な空母戦に参加している。真珠湾攻撃、インド洋作戦、珊瑚海海戦、第二次ソロモン海戦、南太平洋海戦、そして最後となったマリアナ沖海戦。随閣と並ぶ第5航空戦隊の主力として機動部隊の中核を担い続けた。しかし、随閣と一緒に行動するとき、損害を受けるのはいつも翔鶴の方だった。3度の大破被弾、その度に修理を重ね、戦場へ戻った。最後は敵機の爆弾でも敵艦の砲撃でもなかった。海面下から放たれた米潜水艦の魚雷だった。戦死1272名。これはその2年10ヶ月の物語だ。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。建造中の翔鶴の写真がある。カラーで見てみる。翔鶴の建造が始まったのは1937年12月12日だった。場所は神奈川県の横須賀海軍工廠第3次艦船補充計画、いわゆる丸3計画によって翔鶴は計画された。この計画の1号艦が戦艦大和、2号艦が戦艦武蔵、そして3号艦が空母翔鶴である。つまり翔鶴は大和や武蔵と同じ計画の一艦としてほぼ同時期に建造が進められていた。建造の船台は戦艦陸と同じガントリー船台が使われた。1939年6月1日、進水式が横須賀で行われた。昭和天皇の名代として伏見の宮広康夫が派遣された。海軍大臣の米内光政、横須賀鎮守府司令長官の長谷川清も立ち会った。しかし、式典の最中に大雨となり、正装の参列者たちは右往左往することになったという。そして1941年8月8日、翔鶴は竣工した。起工から竣工まで3年8ヶ月、横須賀鎮守府の所属となった。これは翔鶴の飛行家指揮官たちの集合写真だ。カラーにしてみる。1941年9月10日、翔鶴は第5航空戦隊の旗艦となった。第5航空戦隊、通称5航戦。その編成は新鋭空母の翔鶴と姉妹艦の随閣。この2隻のコンビが後に日本海軍機動部隊の主力となる。太平洋戦争前半のほとんどの空母戦に参加していくことになる。初代の翔鶴艦長は城島高次大佐。1941年4月に艦長を命じられ、就役直後の翔鶴を率いた。実は艦の幹部たちは当初空母への配属に不満を抱いていたという。戦艦に比べて空母は裏方と見られていたからだ。しかし数ヶ月後、その空母が戦局を動かす切り札になることを彼らはまだ知らない。並んでいるのは翔鶴の戦闘機対等乗員たちだ。 AI で色を入れてみる。1941年、零式艦上戦闘機ゼ戦のパイロットたち。平均年齢は20代前半だっただろう。革の飛行帽と飛行服、腰には拳銃。全員が海軍航空隊の選び抜かれた戦闘機乗りである。
小核のゼロ戦隊を指揮するのは分隊長の金子忠隊。この数ヶ月後、彼らは真珠湾の上空に飛び立つことになる。そしてその中のすべてが生きて戦争の終わりを迎えられたわけではなかった。ここに真珠湾攻撃のあの朝に撮影された有名な一枚の写真がある。 AI で色を加えてみよう。撮影されたのは空母小核の艦上だ。旭日旗が高く翻る中で小核の乗組員たちが整列し帽子を振っている。そして写真の右側には発艦していく艦上機の機体シルエットになって映り込んでいる。時は1941年12月8日、ハワイ真珠湾の北方およそ200海里の海上、第一次攻撃隊が小核を張ってハワイへ向かっていく瞬間だ。万歳万歳万歳。甲板に整列した小核の乗組員たちが戦友たちを送り出していく。歴史が動いた朝の一つの記録である。これは小核の飛行甲板で第一次攻撃隊を発艦させる瞬間だ。カラーにしてみる。1941年12月8日午前1時30分、ハワイ時間で12月7日午前6時、ハワイの北方およそ200海里の海上、機動部隊の空母6隻は第一次攻撃隊を発艦させた。小核からの第一次攻撃隊は99式艦上爆撃機26機とゼロ戦5機、99艦爆隊を率いたのは小核飛行隊長の高橋角一少佐、ゼロ戦隊を率いたのは分隊長の金子正隊。ほの暗い海の上でエンジンが始動し、艦上機は次々と飛行甲板を蹴って飛び立っていった。合計183機の第一次攻撃隊が真珠湾を目指す。歴史が動いた瞬間がここにあった。真珠湾で炎上する戦艦アリゾナの写真。 AI で色を入れてみる。弾薬庫に直撃弾を受けたアリゾナは大爆発とともに同沈した。乗組員1277名が戦死。真珠湾攻撃で最も多くの犠牲者を出した一隻だった。小核からの第二次攻撃隊はこの炎上する真珠湾へ向かっていた。97式艦上攻撃機27機を率いたのは市原達夫隊。第一次攻撃隊から1時間半遅れて真珠湾上空に到達した。すでに湾内は黒煙に覆われ、戦艦群は燃えていた。小核の攻撃隊もまたこの地獄のような光景の中に突入していったのである。すでに第一波で大混乱の中、彼らは水平爆撃で停泊艦と地上施設を叩いていく。小核の飛行甲板を一機の攻撃機が離れていく。カラーにしてみよう。ローリングする艦の上、エンジンを全開にする。待機速度を稼ぎ、車輪が甲板を離れた瞬間、甲板の両側には見送る整備員たちが整列している。帽子を振って出撃する戦友を送り出している。帰って来られない者がいることを誰もが理解していた。そして実際、小核の真珠湾攻撃では艦爆1機が未帰還となった。搭乗員2名が戦死した。機動部隊全体の損失は戦闘機9機、艦爆15機、艦砲5機の合計29機。歴史的勝利の裏側では、こうして若い搭乗員たちがハワイの海に消えていた。これは小核の上空直営、いわゆる CAP に上がっていたゼロ戦の写真だ。 AI で色を入れてみる。第一次第二次の攻撃隊が真珠湾へ向かっている間、母艦である小核自身も無防備ではいられない。万一米軍の哨戒機や艦載機が現れた場合に備える。ゼロ戦が常時機動部隊の上空を警戒していた。これが上空直営、英語で言うコンバットエアパトロール、略して CAP である。濃い緑の機体に赤い日の丸、主翼の翼端は折りたたみ式、機首には2門の 7.7mm 機銃、両主翼には 20mm 機銃。ゼロ式艦上戦闘機は当時世界で最も身軽で航続距離の長い艦上戦闘機だった。
真珠湾の歴史的勝利は攻撃隊だけで成り立っていたわけではない。母艦の上空で静かに警戒を続けた直営機たちの存在。それがあったからこそ、機動部隊は無傷でハワイから引き上げることができた。イギリス、空母ハーミーズが沈んでいく写真がある。AI で色を入れてみる。1942年4月、翔鶴はインド洋へと進出していた。目標はイギリス東洋艦隊。南雲中一中将率いる機動部隊は4月5日、セイロン島のコロンボ港を空襲する。そして4月9日、セイロン島東方海上でセイロン沖海戦が起こった。翔鶴と水づくの第5航空戦隊は艦光と艦爆を発進させた。イギリス空母ハーミーズ、従順洋艦コーンウォールと同セット社、そしてオーストラリア駆逐艦ヴァンパイア、これらを撃沈する戦果を挙げた。この写真はまさにその瞬間を日本機から撮影したものだ。翔鶴艦爆隊のハーミーズに対する爆撃命中率は 72%、 出撃した18機のうち13発命中という記録だった。これは日本海軍の艦上機部隊として最高水準の命中率だった。開戦から半年、翔鶴の搭乗員たちは世界でも最強の艦上機部隊の一つになっていた。1942年5月、翔鶴の発艦準備の写真がある。カラーにしてみよう。翔鶴は新たな作戦のためにポートモレスビーを目指す海域へ向かっていた。作戦名は MO 作戦。オーストラリアの北ニューギニアの拠点ポートモレスビーを攻略するための作戦である。第4艦隊司令長官の井上重義中将は軽空母商宝の他に強力な空母部隊を要請した。そこに派遣されたのが翔鶴と水づくの第5航空戦隊だった。5月1日、5航船を中核とする MO 機動部隊はトラック白地を出撃する。翔鶴の搭載機はレロ戦17、艦爆21、艦光16、合計54機。翔鶴と水づくの2隻で合計117機の艦上機を抱えていた。この時、海の向こうではアメリカ軍も動いていた。暗号解読によりアメリカ軍は日本軍の作戦を察知していた。太平洋艦隊司令長官チェスター・ニミッツ、空母レキシントンとヨークタウンを旗艦とする第17任務部隊。ニミッツはそれを珊瑚海へ派遣していた。世界で初めて空母同士が直接に決戦する。そんな海戦がもうすぐ始まろうとしていた。米軍機の空襲を受ける翔鶴を空中から撮影した一枚。 AI で色を入れてみよう。撮影日は1942年5月8日。5月8日朝、翔鶴の索敵機がアメリカ機動部隊を発見する。報告を受けた翔鶴飛行隊長高橋角一少佐、攻撃隊の指揮を取り69機を率いて出撃した。艦船、艦爆、艦光を合わせて69機。翔鶴隊は主に空母レキシントンを、随鶴隊は主にヨークタウンを攻撃した。戦果はレキシントン撃沈、ヨークタウン撃破。歴史上初めての本格的な空母同士の海戦。日本海軍は2隻の米空母を行動不能に追い込んだ。しかし同時刻、アメリカ軍機動部隊からも攻撃隊82機が発艦していた。スコールに隠れた随鶴を見逃したアメリカ軍攻撃隊はその全力をもって翔鶴に殺到した。写真に写っているのはその瞬間の翔鶴である。回避運動を取りながら白い鉱石を引いて全速力で走る。空からは急降下爆撃機ドーントレスが続々と翔鶴に襲いかかっていく。これは珊瑚海海戦で翔鶴の受けた損傷を記録した写真である。カラーで見てみよう。午前9時40分以降、計3発の爆弾が翔鶴に命中した。試金弾は合計8発を記録している。最初の1発は艦首の前甲板座念に命中した。両舷の荷造りを吹き飛ばし、全部のエレベーターは陥没して停止した。さらに全甲板未然下方の航空用ガソリン庫に引火して
大火災が発生する。2発目は飛行甲板ジザン後部の探偵甲板付近に命中。そして3発目は環境広報の機銃台と信号マスト付近に命中。環境勤務の兵や機銃要員に多数の死傷者を出した。最終的に昇格の戦死者は109名、重軽傷者は114名に上った。その中には攻撃隊を率いて戦果を挙げた飛行隊長高橋角一少佐の名前も含まれていた。帰還できなかったのである。護衛の駆逐艦から見た昇格は艦上から火柱が上がり黒煙に包まれていた。それでも昇格の機関は無事だった。最大戦速を発揮したまま昇格は戦場を離脱していく。昇格の損傷は写真で見るよりも深刻だった。カラーで見てみよう。5月17日、傷ついた昇格は呉に到着する。同日、修理に3ヶ月が必要だと判断された。昇格の母港は本来横須賀である。しかし横須賀港礁のドックは塞がっていた。潜水母艦大芸を空母龍鳳へ改造する工事のためだ。そこで呉へ開港されたのである。そしてここで昇格の運命を変える決定が下される。昇格は6月のミッドウェー海戦に参加できない。姉妹艦の水ザクも珊瑚海海戦で多数の搭乗員と艦載機を失っていた。そのため水ザクも同様に不参加となった。第5航空戦隊は丸ごとミッドウェーから外れた。この時、もし昇格と水ザクがミッドウェーに参加していたら戦況はどうなっていたか。歴史にもしもはない。しかしミッドウェーで日本海軍は正規空母4隻を1日で失った。赤城、加賀、双竜、飛竜。この大敗北は皮肉にも昇格自身の運命を伸ばすことになった。被弾大破していた昇格の寿命をもう少しだけ。ソロモン方面で撮影された姉妹艦髄核の写真、カラーにしてみよう。撮影は1942年8月。修理を終えた昇格は髄核と共に再び戦場へ向かっていた。昇格と髄核はいつも一緒に行動していた。戦場はソロモン諸島ガダルカナル島周辺の海域。8月7日、アメリカ軍の海兵隊がガダルカナル島へ上陸。日本海軍の建設中の飛行場を奪取した。この島をめぐる攻防がその後半年以上続く長い消耗戦の始まりだった。8月24日、第二次ソロモン海戦。昇格と髄核を中核とする日本軍機動部隊は米軍の空母エンタープライズなどと激突する。昇格艦長はこの時城島浩二大佐から有馬正文大佐へと交代していた。第二次ソロモン海戦そのものは決着がつかず、両軍とも痛み分けに終わる。しかしその後もガダルカナル島をめぐる戦いは止まなかった。昇格と髄核は日本海軍に残された数少ない正規空母だった。ソロモンの海域に張り付くことを余儀なくされていく。昇格の飛行甲板で艦上機が発艦準備をしている貴重な一枚。 AI で色を加えてみる。撮影日は1942年10月26日。南太平洋海戦、別名サンタクルーズ諸島沖海戦の朝に撮影されたものだ。ガダルカナル島をめぐる消耗戦が続く中、再び日米の機動部隊が激突する時が来ていた。昇格と水ザクを中核とする日本軍前衛部隊と本隊、そして米軍は空母ホーネットとエンタープライズの2隻を中核とする機動部隊。10月26日早朝、両軍はほぼ同時に索敵機を発進させ互いを発見した。写真に写っているのはまさにその時の昇格の飛行甲板である。整備員たちが艦上機を所定の位置へ押し出していく。エンジンを始動させ発艦の準備を進めている。これから飛び立つのは米空母を撃沈する任務を負った攻撃隊だった。日本海軍の艦上機、搭乗員たちが空母の飛行甲板に整列している一枚。 AI で色を入れてみよう。南太平洋海戦の朝に撮影されたものだ。この写真は撃墜された日本機から鹵獲された
フィルムから取り出された一コマだという。撮影されたのは1942年10月26日、サンタクルーズ諸島沖海戦の出撃前、おそらくブリーフィングを受けている瞬間だと考えられている。革の飛行帽、飛行服、ライフジャケット、腰の左には拳銃、それぞれの胸には個々の階級と所属がある。背景には艦上機が並んでいるのが見える。こののと、彼らは飛行甲板を蹴って米空母を目指す。その多くが帰還できずに太平洋の海に消えていくことになる。南太平洋海戦の日本軍機の損失は搭乗員で言えば実に148名に上った。これはミッドウェー海戦で失った日本軍搭乗員の数を超えている。1942年10月26日、サンタクルーズ諸島沖海戦、小角から離陸していく一機のゼロ戦。カラーにしてみる。機体はゼロ式艦上戦闘機21型 A6M2、 淡い灰色の機体に赤い日の丸。折りたたみ式の主翼端はすでにロックされている。エンジン全開で艦の前方へ走り、次の瞬間車輪が甲板を離れて空へと舞い上がる。このゼロ戦の任務はおそらく直営または攻撃隊の護衛、母艦の上空あるいは攻撃隊の諜報で米軍機との空中戦に挑むことになる。小角の艦上にはこうして次々と艦上機が飛び立っていった。そしてこれがその日の小角の姿である。 AI で色を入れてみよう。南太平洋海戦で小角は再び米軍機の急降下爆撃の標的となった。艦上機が発艦した直後、米軍急降下爆撃機ドーントレスの攻撃が小角を襲う。爆弾4発が小角の飛行甲板に命中した。飛行甲板には大きな穴が開き、艦上では火災が発生する。しかし機関はこの時もまた無事だった。小角は航行能力を保ったまま戦場を離脱していく。これが小角にとって2度目の大破被弾だった。最初は珊瑚海海戦、次がこの南太平洋海戦。その度に小角は戦場で姿を消し、そして時間をかけて再び戻ってくる。南太平洋海戦の戦果として米空母ホーネットが撃沈された。しかし艦上機の搭乗員を多数失った小角は再び本土へと向かわざるを得なかった。修理を終えた小角の姿である。カラーにしてみよう。撮影日は1943年3月18日。南太平洋海戦の損傷を修復するため、小角は本土の交渉で長期にわたる修理を受けていた。そしてこの頃、小角艦長は岡田為治大佐へと交代している。1943年、日本海軍はもはや赤城、加賀、双竜、飛龍を失った後だった。正規空母の大半を失った機動部隊にとって、小角と水沢はまさに最後の砦だった。ミッドウェー以前は第5航空戦隊だった2隻、今や第1航空戦隊、機動部隊の中核として位置づけ直されていた。戦況は確実に悪化していた。しかし小角は修理を終えるたびに戦場へ戻り、戦い続けていた。マリアナ沖海戦で米軍艦載機の攻撃を受ける小沢機動艦隊の俯瞰写真、カラーで見てみよう。1944年6月19日午前11時20分。これが小角の最後の朝だった。この日の朝、小角の飛行甲板では米機動部隊への攻撃機が次々と発艦している最中だった。その瞬間、海面下から音もなく6本の魚雷が放たれた。魚雷を発射したのは米潜水艦カウアラ。潜望鏡を4回露出させ、距離およそ1000メートルまで小角に接近していた。日本側は全く気づかなかった。6本のうち3本から4本が小角の座南に命中した。飛来の瞬間、小角の艦内では気化した航空ガソリンが充満していた。魚雷の衝撃で気化したのである。そしてその直後、それに引火して
艦内で大爆発と大火災が発生した。床閣は艦首が著しく沈下し、左舷に大きく傾いていく。機関は止まり、電力は失われていった。そして同じ頃、機動艦隊の旗艦である新鋭装甲空母大砲もまた、別の米潜水艦アルバコアの雷撃を受けて大爆発を起こしていた。米軍機の攻撃を受ける日本艦隊の俯瞰写真、AI でカラーにしてみる。黒煙が立ち上り、艦が回避運動をとっている。マリアナ沖海戦のまさにその瞬間だ。1944年6月19日午後2時1分から10分の間、飛来からおよそ2時間半後、床閣は沈んだ。最後の瞬間、床閣の乗組員は飛行甲板の後部に集まっていた。しかし艦が急激に前のめりとなって沈下を始めた。飛行甲板は滑り台のようになる。開いたエレベーターの穴に多数の乗組員が落下したという。戦死者は1272名。床閣艦長の松原博大佐を含む生存者。護衛していた軽巡洋艦ヤハに、駆逐艦浦風、駆逐艦秋月などに救助された。沈没地点は北緯12度0分、東経137度46分、フィリピン東方、太平洋のただ中である。床閣の艦歴は2年10ヶ月だった。そして床閣の沈没から間もなく、機動艦隊機関の大砲もまた爆発によって沈没した。さらに翌日6月20日の空襲、空母日高とタンカー2隻が失われた。水津、早高、千歳、千代田、春名、マヤも損傷した。空母3隻、床閣、大砲、日高の喪失。これによって日本海軍は機動部隊として艦隊運用できる能力を事実上失った。床閣の生存者たちは姉妹艦の水津や重巡洋艦マヤなどに自乗し、日本本土へと向かった。そして1945年8月31日、戦艦山城、武蔵、扶桑、大和、そして空母床閣、信濃、水津、大砲、これらの軍艦は帝国軍艦籍から正式に除籍された。床閣という名の空母はこうして公式に消滅した。床閣の艦歴は2年10ヶ月だった。1941年8月に就役し、1944年6月19日にマリアナ沖の海に沈むまで。その間、床閣は太平洋戦争前半の主要な空母戦のほとんどに参加した。真珠湾攻撃、インド洋作戦、珊瑚海海戦、第二次ソロモン海戦、南太平洋海戦、そしてマリアナ沖海戦、3度の大破、被弾。その度に床閣は本土へ戻り、修理を受け、再び戦場へ向かった。最後は敵機の爆弾でも敵艦の砲撃でもなかった。海面下から放たれた米潜水艦の魚雷だった。戦死100,272名。床閣と随閣は太平洋戦争前半における日本海軍機動部隊の主力だった。しかし随閣と一緒に行動するときに損害を受けるのはいつも床閣の方だった。それでも床閣は毎回修理を受けて戦場へ戻った。その姿は当時の搭乗員や乗組員にとって確かな希望であり続けたはずだ。床閣で戦い、床閣と共に海に消えていった1272名の乗組員、そして数多くの艦上機搭乗員たち、そして共に機動部隊の中核を担い続けた随閣の艦長と乗組員たち。彼らの歴史の上に今の日本という国はある。私たちが今こうして暮らしている日々もまた、こうした先人たちの犠牲と労苦の上に成り立っている。白黒の写真に AI で色を入れて、80年前の海と空母と人々の姿が静かに蘇るとき、私はいつも同じことを思います。確かに彼らはそこにいた。確かに彼らはそこで生きていた。そのことを少しでも感じてもらえたら嬉しいです。最後にお聞きしたいことがあります。あなたのご家族の中に日本海軍の空母や機動部隊で勤務された方いらっしゃいますか？もしお父様やお祖父様、ご親族の中にそうした方がいらっしゃれば、ぜひ
コメント欄で教えてください。このチャンネルがその方々のお名前を語り継ぐ場になれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録で応援いただけると嬉しいです。